こんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with ヨンのヨンです。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本の文化や日常、そして心が少し軽くなるお話をお届けしています。今日はね、まず最初にちょっと笑える、でも少し切ない子供の頃の思い出を話します。私が小学生の時、12月24日の夜になると、うちにサンタが来てくれていました。25日の朝になると、枕元に小さなお菓子パックが置いてあるんです。チョコが何個か、飴が何個か、そんな感じの可愛いやつ。でもね、学校に行くと、友達は、ゲームもらった、シリーズ全部揃ったって、めっちゃ豪華なプレゼントの話してて、その時私は、あれ？うちのサンタさん、安い？って思ったんですよね。で、友達に聞いたんです。どうやったらそんなすごいプレゼント来るの？って。そしたら手紙に、詳しく書くといいよ。欲しいシリーズ名とか、色とか、ちゃんと書くのって教えてくれて、なるほどって思って、私はめちゃめちゃ丁寧に書いたんですよ。任天堂の 3DS が欲しいですって。でも次の朝、枕元にあったのはいつものお菓子パック。そこでお母さんがボソッと、サンタさんみんなにプレゼントあげすぎてお金ないって言うんですよ。もう笑いましたね。ああ、うちのサンタさん予算制限あるんだって。でもこういう小さい頃の謎だった記憶って心に残りますよね。そして今日はまさに記憶が残る仕組み、その中でもなぜ単語を忘れるのかについてお話ししたいと思います。まず結論から言うと、単語を忘れるのはあなたの記憶力が悪いからじゃない。脳の仕組みなんですね。脳は生きるのに必要がない情報を削除して整理するようにできています。だから単語帳で覚えた単語は脳からすると、これ使う予定ある？ないよね。はい、削除。って感じでスッと消えるんです。ここで質問です。昨日覚えた単語が翌日にはあれ？何だったっけ？ってなることありませんか？あれ、完全に正常です。人って忘れるイコールダメなこと、覚えられない私は悪いって思いがちだけど、心理学では忘れる力がある人ほどストレスが少ないとも言われています。全部覚えていたら頭がパンクします。実は忘れるって生きるための防衛反応なんです。韓国語、タガログ語、全部忘れます。だからあなたが忘れるのは普通です。ここからはなんで忘れるのを具体的に説明しますね。一つ目は見る回数が少ない。脳は回数で重要度を判断します。二つ目は使う場面がない。意味と体験が結びついていないと弱い。三つ目は似た単語が多い。日本語でも気持ち、気分、気配とか混ざる。四つ目は書くだけで終わっている。覚えたつもりになりやすい。五つ目は脳の整理整頓。不要と判断されたら削除される。これは普通の動きです。ここで質問です。あなたはどれが一番当てはまりますか？そしてここで少し私自身の話をします。実は私めっちゃ忘れっぽいんですよ。仕事をしていた時なんか、またやっちゃったってなることがよくあって、自分でもあちゃーみたいになる瞬間が多かったんです。仕事の場面では本当に申し訳ないし、なんで私はこんなに忘れるんだろうって落ち込む時期もありました。
でもね、逆に悲しい出来事やショックだった記憶はスッと手放せることがあって、そういう時は、忘れっぽいのも悪くないなって思うんです。心理学で言うと、これは情緒的回復が早いタイプですごくいい性質なんだって。だから私の結論はこれです。仕事の忘れは工夫すればカバーできる。悲しい記憶を手放せるのはむしろ強み。あなたはどうですか？忘れっぽくて助かったことってありますか？心理学でエピソード記憶という仕組みがあります。感情とセットの記憶は強く残るという意味です。だから単語に自分の経験をくっつけるのが大事です。例えば、寒いを冬の駅で震えた朝と結びつけたり、助かるを誰かがドアを押してくれた瞬間と結びつけたり、混んでるを満員電車で押しつぶされた朝と結びつける。こういう結びつけられた単語は忘れにくいです。それからアウトプットは最強です。今日覚えた単語でたった一文作るだけで記憶が強くなります。例えば、今日は落ち着かない一日だったとか、あの人の一言に勇気をもらったとか、集中できない日はコーヒーに頼るとかです。軽い文章で OK です。そして復習のベストタイミングは今日、明日、3日後、1週間後、1ヶ月後。そしてここで登場することわざが三日坊主。人は3日でやめる。3日後の復習が鍵になります。ここに復習を挟むだけで記憶がガッと安定します。そしてね、ここで一つ私の実体験を話します。私、空港で仕事してるんですが、たまに韓国語、英語がミックスされたお客さんが来るんです。例えばこんな感じです。혹시 this one how to use? もうその瞬間、私の頭の中はこうなるんです。韓国語？英語？どっち？いや待って、日本語で接客していたはずなのに。脳の中で日本語の引き出し、韓国語の引き出し、英語の引き出し、全部一斉にガバッと開くんですよ。で、結局どうなるかっていうと3秒ぐらい固まるんです。これ、語学ができる人ほど起きるらしくて、脳がこの場面に一番合う言語はどれってバックグラウンドで検索作業しているだけだそうです。あなたはどうですか？何カ国語も使うとき、頭のスイッチ混ざりますか？そして面白いのが、海外リスナーさんのコメントを見ると、英語で考えてるのに日本語で返事しちゃったとか、スペイン語と日本語が混ざるとか、母語じゃないとスムーズに出てこない。こういう言語ミックスあるあるがめっちゃ多いんです。特にフィリピンの方は、英語、タガログ語、方言の3つを日常で使い分けているから、日本語が遅れて出てくるのは本当に普通なことです。韓国の方も語順が似ているようで微妙に違う部分もあるので、頭の中で単語を探すスピードが変わるんです。だから単語がすぐ出てこない。これはもう世界中の語学学習者の共通現象なんです。ここで質問です。あなたの国では言語を同時に使うことってありますか？
日本人は基本一言語なので多言語ミックスはめったに起きません。でも海外の方は家では母語、学校では英語、友達とは3つ目の言語、こういう環境がよくありますよね。あなたが混ざった言語、出てこなかった単語、後で急に思い出した言葉、こういう体験があれば、ぜひコメントで教えてください。あなたの国の話、めっちゃ知りたいです。4つ目は、例文で覚えることです。単語だけだと消えやすいけど、文章なら残ります。理由は、状況、感情、ニュアンスがセットになるからです。例文は、今日はなんだか気持ちが落ち着かない。優しい一言に救われた。朝は集中できないからコーヒーが必要。もし今日の話がちょっと面白かった、役に立ったと思ってくれたら、ぜひチャンネル登録といいねもお願いします。登録しておくと、あなたのおすすめに新しいエピソードが届いて、日本語に毎日触れる習慣、上達のスピードアップ、学習のストレス軽減、この良いループが自然に生まれます。あなたの日本語力を一緒に育てていけたら嬉しいです。今日はなぜ単語を忘れるのかというテーマでお話ししました。忘れるのは人間なら普通なこと。忘れてもいいし、また思い出せばいいんです。そしてね、今日一番伝えたかったのは、単語を忘れてもどうか自分を責めないでほしいということです。あなたの脳は一生懸命あなたにとって今一番必要な情報を選び取ろうと働いています。それは宇宙があなたを生かすために優しく完璧なタイミングで行っている整理整頓なんです。その完璧な忘れる力を信頼して安心してあなたのペースで進んでいきましょう。あなたの学びのスピードは決して遅くありません。あなたのことを一番知っている内なる自分を信頼してください。あなたは経済的にも心の面でもどこまでも豊かになれます。そしてよかったら今日覚えた単語や最近忘れてたと感じた単語をコメント欄で教えてください。それが今日のアウトプットになります。今日も聞いてくれて本当にありがとう。ジャパニーズポッドキャスト with Yon のヨンでした。またねー。バイバーイ。